皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回もですね、将棋ウォーズで、実況、対局解説の方をやっていきますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もですね、10分切れ負けでやっていきます。読み上げ、聞き手ですね、音声ですね、音声を塚田絵里香女流初段に今回は設定してあります。結構ね、この対局相手選別もね、時間かかる時があって、今回は三段の方ですね、私の先手番です。7六歩でいきましょう。相手の方はこれ加藤一二三九段のね、アイコンですかね。4二銀ですね。これはそうですね、嬉野流かもしれないですね。最近ちょっとね、この嬉野流と対戦することがちょっと増えてきましたね。まだわかんないですけどね。これで5四歩から5三銀という形になってくると、そうですね。ちょっと違うかもしれないですね。1四歩独特な手が出ましたね。この段階ですとね、まだ攻撃、嬉野流ですと結構比較的攻撃的な作戦なんですけど、この状態ですとね、まだわからない。ちょっと様子見ますかね。この端歩の付け合いはね、まだこの段階でつく必要はないんですけれども、様子を見たという感じです。これで5四歩から5三銀とね、この銀が繰り出してくる感じだと、嬉野流と言われるね、結構攻撃的な作戦で、本局5二飛車だったので、これですとね、全然ちょっと2手目4二銀だったんで、ちょっと嬉野流かなと思ってしまったんですけどね、これだと中飛車の将棋ですね。はい。ちょっとこのね、角の道の部分ですね、ここの部分が独特な感じになってますね。5三銀ですか。ここは油断ならないところですね。どうするか。6四銀からどんどんね、揺さぶってくる可能性もありますね。必ずしもそれでね、苦しくなるというわけではないので、どう組み立てていくか。銀を歩調合わせて銀上がっていくっていう考え方もあります。ちょっとそうやってみますか。ちょっとわかりやすくね。こう銀繰り出してきて、王様をね、動かしておく手もあるんですけれども、こう銀を繰り出してきたんで、お互いにこうね、私の方も銀を繰り出して、これ数の受けですよね。飛車銀対角と銀っていう分かりやすい形でちょっと受けてみました。ここはちょっと慎重にいってる意味もありますね。他の受け方、もうどんどんね、王様6八玉から7八玉と囲う手もあるので、飛車銀対角銀というね、分かりやすい攻めたい守りのね、この 5の時点が数を同じにして、まずはこう落ち着いた戦いにね、しようということですね。この銀が例えば4八にいますと、飛車銀の力でね、中央から攻めてこられる可能性があったので、それをちょっとね、防いだということですね。はい。依然としてこの2二の角がこう動かない形なのでどうやってくるかですね。私の方もこの角が使いにくいですね。お互いにこの角の使い方がこうどうなるか。ちょっと7七角が囲ってみますかね。はい。これは6八銀と上がって船囲いにする手もあります。3四歩とついて、ここの5五歩のね、5五の地点を飛車角銀で攻めてくるという手も考えられますし、この早めについた1四歩を生かして、端にね、出てくるような形も一応考えられますけどね、この場合ただ端に出ても、もうちょっとね、目標物がないような感じなので、8に1三角と出てもあまり効果的ではないかもしれないです。3四歩とついた方が自然かな。6二銀ですか。私の方は。ここもね、8二玉から7二銀もあったと思います。私はちょっと王様深く囲ってみましょう。そうですね、ここ分岐点ですね。穴熊にするか、美濃囲い系にするか。どうしますかね。穴熊にする方が自然なんですけどね、端を受けて、もうちょっとゆっくりさせて様子を見る手もありますし、穴熊にしますかね、9八香とね。ここが9六とついて、7八銀という左美濃もあるところですね。これどんどん穴熊なので囲っていく形ですね。3一に引いてきましたね。これが相手の方の狙いでしたかね。はい。どうしますかね。ここは、金が上がって、穴熊は固めていきますか。7五歩とついてくるかもしれないですけれども、相手の方もね、この王様の真上なのでね、結構積極的な感じになりそうですね。上に金出てきたんで。どうしますかね。ちょっとね、この辺、もう定石とはかなりかけ離れた将棋になってきてるので、いろんな指し方が考えられるんですが、金を上に上がっていますかね。これはちょっとね、上部から攻めてきて、本当は7九金の方が形なんですけど、上部からこう攻めてきそうですよね、銀が2枚。そうですね、こういう手ですね。こういう攻めの時に、7八に金が上がってた方が受けやすいんですよね。
ですね、まあ具体的に言うと、例えばじゃあここで金寄ってみますか。これ金寄ったりした時に、これ7六銀ってね、直進してくる手があるんですよ。で、7六銀の時に6八角と引いておくた時に、7八に金がいると、6七に銀が成られないんですよね。もしこれ金が7九にいるとこう7六銀と出られて、角逃げて6七銀成とね、破られて大変なことになっちゃうんですけど、これ金は7八に備えてるので、今ね、7五同銀で取る手も普通なんですけど、前後するんですけど、7五同銀ですと同角と取ってきてね、まあ、さばいてきて、まあ、それもまあ普通なんですけどね、これで相手に取らせて同角の方が、相手の方のね、相手のこの角がこう出てこないで済みますよね。これで同銀同角ですと、相手の角がこう、ね、まあ、前の方に出てきてこう躍動してきますから、相手に取らせて取れば、角がこう自陣にね、置いたままにできるという、ちょっと欲張った指し方です。はい。これちょっと難しいですけどね、取る手の方が普通に見えるんで、なんで取っちゃいけないのと思われると思うんですけど、取ってしまうと、今言ったように角がね、出てくるので、まあ、こう相手に取らせるというテクニックですね。それを実現するために金を7八に上がったということです。7九に寄ってしまうとね、繰り返しなんですけど、7九に寄ってしまうと、これで銀取らないで7六銀という手がね、あるので、まあ、その辺からちょっと解説編の方でやってもね、いいと思うんですけれども。まあ、こういうふうに駒がぶつかったところでね、相手の方今考えられてましたけど、ここで考えるっていうのはすごくね、やっぱ強い方ですよね。ああ、そうですか。これで、まあ、盤面を制圧していこうということですね。うん。まあ、こちらもこの時は迷いますね。角を、まあ、こちら側に引く手もあるし、4八側に引く手もあるし、まあ、こちら7七に引く手もあるしね。まあ、どうしますかね。どちらもあるな。3九に引く手もありそうですね。極端なこと言うと。難しい。これは難しいですね。ちょっと難解な将棋ですね。まあ、4八あたり引いてみますか。で、銀出て、まあ、4八ぐらい引いてみますか。まあ、ここ難しいですね。7七に引く手もあるところです。7七に引くと、まあ、7五角と出てくる可能性がありましたかね。まあ、これで、まあ、じっくり金でも上がって。まあ、これ一見すると怖いんですけど、ここに歩がいるのがね、ミソですね。これ5七歩とね、打たれそうで怖いんですが、そうですね、銀を引いて立て直してきました。そうだと思ったんですよ。どうしますかね。7分。まあそろそろ2筋いきますか。こら辺からちょっと反撃したいですね。穴熊が完成してるので。はい。まあここは桂取りなんですけど、一応1三角という反撃も考えられました。こちらですね。まあこれパッと見えるのが飛車を1個引いて、まあ1個引いてますか、それでもね。2個引く手もあります。まあ1個引いて銀取りで、まあ5五歩と突くのが自然なんですけど、6四歩でしたか。じゃあ3六歩と突こうかな。これはですね、角をこちら側に使う含みを見せた手です。で、私の方としてはね、5二歩が一応狙い筋です。これね、歩が切れてるので5二歩と打って、まあこれ中飛車のね、形にぜひ覚えてほしいところなんですけれども、5二歩と叩いて同飛車なら4一銀持ってますからね。はい。今現状だと同金なんで、まあ一応手が続かないんですけど、例えば5五歩と突いた時に5二歩と打つような含みがあるということです。まあ、相手の方も渋いですね。結構しぶとく、こう次3四歩とか突こうということかな。まあ、金によって私の方固めましょう。ちょっと局面がね、落ち着きましたね。ただ、まあ、銀を打たせてるんで、私の方も不満がない感じです。そうです。3四歩、3五歩突こうかな。2四歩で取ってくて、そうですね。なんて言っちゃいけないですね。まあ、3五歩突きましょう。まあ、ここの穴熊硬いのがね、私の方としてはやっぱり、まあ気楽なところですね。相手の方やっぱ王様が薄いので、その辺ですね。まあ形勢は難しいですよ。形勢はいい勝負なんですけれども、こういう展開になるとやっぱり穴熊がね、やはり心強いというか、まあ、これで角でも上がって、まあちょっとずつこう飛車角を動かしていくイメージですね。こちら側はもう穴熊はもう完成してるので、まあ例えば金引いて金寄る、7九金、7八金ぐらいはね、やってもいいんですけども、もうこれで完成してるので、まあできればこの飛車角でね、こちら側で手を作れれば持ち駒に銀持ってますから。はい、で相手の方の受け方次第でこの持ち駒の銀を使うことを考えていくという感じですね。はい、まあ、ポイントとしてはこの6五の銀が、手持ちの銀なんですよ。私の手持ちの銀と相手の方はねこう打ってるんで、この6五の銀が働くかどうかですね。この銀が例えば飛車角を抑え込むような銀になってくると、まあ効果的なね投資となるんですけれども、現状ちょっとね持ち駒の銀の方がいきそうですね。好きなところにやはり打てるので。私の方は3五角と取って2四角と出ていくような感じで、狙いが結構シンプルです。
例えばこの銀がねやっぱ生かす飛車角をこう抑え込みたいので角出ましたか。これは飛車走りますね。はい、これは一応狙い筋ですね。3五の歩を防がれるんですがこの歩が取れると。でこの銀がね今こう飛車横利きになると銀出れるんですけど、出るとね6六に角が出れます。3二3歩ですね。これまた飛車引いて、ここは2五に引いてね3五角のような手もあるんですけど、そこまで欲張らなくてもという感じですね。次にまたこう3七桂とね、5六です。これ5五歩待望の一手ですね。やっぱり5筋ねついてこられるのは私の方としてもね嫌なとこですよね。どうしますかね。桂を飛ぶか、桂を飛んで大丈夫かですね。桂飛ぶと4四角と出てくるかな。でも桂飛びましょう。ね、桂馬を飛んでね。ただこう桂馬を渡すとこう7六にね桂馬を取れる傷があるのがちょっと気をつけないといけないところですね。はい。でも相手の方はすごく筋のいい方ですね。この歩で今随分形がやっぱ良くなってきましたね。この歩伸ばしてこられたので、はい。そうですね。立て直します。5二歩をねどこで打つかですね。ここら辺で打っちゃおうかな。もう飛車の横立て利きがね効いてきてるので叩いちゃう手もあるし難しいですね。7七歩とペタッと打ってもシャットアウトしちゃう。あるいはねこう5五歩とかこちらに歩打つ手もありますね。こちら打ちますか。でもね叩いていきましょう。叩きの歩、これがね狙いの一手なんですよ。同飛車だと4一にね銀が打てるので、そうですね同金と取らせて、さてですよ、5五銀と打ってきますかね。はい。これはね中央のね今中央かなりこう盛り返されたというかね厚みを作られたので、逆にこうねポンポンと飛んでね、そうどうですかこれね、厚みを作って、逆襲していくイメージです。ちょっとねペースをつかみましたかね。はい。桂馬のね位置の働きの差が大きいですよねこれね。はい。今ね5三にいたら多分6四銀と出られないためなんですが、これでどうでしょう。歩をじっとねここに打つのがねいい手なんですよね。これ叩く手もきついんですけど、こう垂らすとね絶対ここでね金銀が取れる格好になるんですね。金が取れる格好になるんです。5三歩もあるところですね。5三歩ってつい打ちたくなるんですけど、5三歩ですと6三金と上がって頑張ろうということだったと思うんですが、5四に打つことでこれね5三歩成から間違いなく、ね、高い駒と交換になるという形になったんで、少しやっぱりね穴熊ペースになりましたかねこれは。はい。あとはこの2六の飛車ですね。この角銀桂は例えば角が利きが止まればね6四銀とこう出てく形があるので、この2六の飛車がちょっとね現状この金を釘付けにしてるという効果はあるんですけど、働きが若干弱めなので、この飛車が躍動し始めればね、形勢ははっきりすると思います。5分。そちらですか。どうしますかね。3四角と出てさらに力を貯める手もあるんですけど、力はね貯めすぎちゃうとね逆にちょっと良くない時もあるので、こうなる同金同桂成、普通に単純にこうやってっても十分ですね。やっていきますかね。こうなるでこう金がね取れるの大きいですよね。また歩を打って、もちろんこういう拠点を作られてるんでね反撃は常に気をつけないといけないですけど、やはりもちろん相手のね型の形が銀1枚になってきてるので、かなりね、気楽に攻めれる状況ではありますよね。これね6四に銀が出れない格好なんで、今度3五に出てこちら側を狙うということですね。それですか。それは勝負手ですね。この銀を狙って、なるほど。さてここは考えないといけないですね。どうしましょう。銀出ちゃう手もあるな。思い切って銀出ていけそうですかね。これね歩を成る手もあるんですよね。どっちがいいか。銀を出て同銀に6二金と打つと両取りになるんですし、王手飛車取りになるんです。そっちの方がいいかな。そちらでいきますか。5三歩成となっていく手もあります。持ち場に金持ってるんで、これ同銀にね6二金と打つ手があるんですね。でやっぱりこの2六の飛車がねちょっと不安ですけどね、やっぱこう防がれて、相手の方のねこう歩伸ばしてきたってすごくそういう意味でいい手なんですよね。はい。これで6二金が狙いで飛車を取れると。角がこうね効いてるんでね、そんなに楽観はできないですよ。やっぱり穴熊といえどね、やっぱこう相手の駒がねどこに効いてるかって常に考えておかないと、ただただね穴熊だから大丈夫ってわけにもいかないですね。この場合はね金銀3枚くっついてるのがすごくね安定してるので、計算しやすい形ではあるんですけど、
右桂がこうさばけていって、金に変わって今その金で飛車を取ってますから、リズムはすごくいいですよね。何か反撃してくるんじゃないですかね。これ7七桂とかかな。何かここにね打ち込んで攻めてくる手をやらないと、そうですね、結構追っつかないぐらいな感じですかね。7七銀とか打ってくる可能性、打たれますかね。この王様ね、中段玉なんで、この王様をどう攻めるかですね。6一飛車とか5二飛車とかが、私の手番になれば厳しいですね。これ5一角とね、金取れるんですけど、金を取ると7一飛車が王手角取りになるので、王様ね、こうやっぱ裸というか、周りに駒がいないのでね、この王様を補強するのは難しいですね。7五桂ですが、これはなんか8七桂ならずという形のね、頓死筋をちょっと狙ったような手ですね。どうしますかね。何が厳しいかな。王手しちゃって合駒を請求する手もありますね。そちらの方がいいかな。飛車を打つと王様上がってきますかね。こういうところはね、慎重にした方がいいですね。3分ありますから、どう攻めるか。飛車を離して打って、これ多分ね、7九銀みたいな手をね、おそらく狙われてると思う、狙っているんだろうなとは思うんですけど、飛車を王手で打って上がって角を成って、いやどうするのがいいかな、迷いますね。こういうとこは慎重に考えた方がいいですね。歩を成る、飛車を打つし角成って、そうですね、勝ちを読み切るようなところなんですけど、6一飛車かな、6二飛車か、5二飛車か、どっちがいいだろう。6一に飛車打ちますか。これはね、6二角成から迫ろうってことですね。だから7九銀ってね、多分打ってくるんで、その時にどうするか。でも相手の方強い方ですね。7九銀っていうのはね、一応ね、厳しい狙いなんですよ。違いましたね。5四銀ですか。なるほど、これは受けに回ったんですけど、飛車成りがいいかな。角成り、角成りかな。飛車成って金取る手もある。迷いますね、これもまた。桂を取っとく手もありますね。桂取る手が手堅いかな、これは。いろいろあるところです。これ6六に桂馬を取るってことですね。比較的安全も見た手です。ここ6六に桂馬を打つ手が角を止めながら、角筋を止めながら上部脱出も防げるので、一番こう味のいい手なんですよね。これは金で取る手ですね。こうね、やっぱ優勢なんですけど、優勢でもね、やっぱり気をつけない、慎重にいかないと、決勝って結構簡単に逆転するんでね。さあ、これは、相手のがない竜寄って詰みがあるかな。相手の方は歩しかないんでね、こう7に歩って打てないのでね、これは角なってって、でね、2歩になっちゃうんで、合駒できないんで、詰み形に入りましたね。そうですね、上に上がるんですけど、これね、竜がちょうどここにいるので、こう金でね、竜を引いて、ありがとうございました。すごい、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、独特な戦型になりましてね、力戦の中飛車という感じですかね。力戦中飛車に対して、穴熊でね、対抗する形になりました。一手一手ね、ちょっと難しかったので、そちらの方は解説編の方でじっくり解説していきたいと思います。そちらの方もね、ぜひ合わせてご覧いただければなと思っております。この動画良かったなという方は、チャンネル、グッドボタンを、すいません、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。